ゆっくり海外鉄チャンネルへようこそ。このチャンネルではアジアを中心に世界の鉄道を紹介しているぜ。前回はサバ州立鉄道の平地区間に乗車したのよね。そうだな。マレーシア領ボルネオ島唯一の鉄道、サバ州立鉄道はコタキナバルから山間部のテノムに伸びる路線で、運行区間は平地と山間の境界となるボーフォート駅で分かれている。今回はボーフォートより先の山岳区間の列車に乗車するぜ。単純あるボーフォート間の乗車記録は前回の動画を見てみてね。ボーフォートはサバ州の州都コタキナバルから南に約90キロの位置にある、パダス川に面した町で、住民は先住民族のビサヤ人が多い。プートットという食用の芋虫がこの町の名物らしく、リアルなタッチの絵が壁に描かれている。ボーフォートという名前はイギリス植民地時代の総督の人名に由来しているぜ。のんびりした田舎の町だね。コタキナバルとは1日に往復の列車と5往復のバスで結ばれている。町の中心のサバ州立鉄道ボーフォート駅は1日数本しか列車がない割に大きな建物だ。早速中に入ってみよう。駅の中には売店があり、飲み物や雑貨を購入できるぜ。チケットカウンターで切符を購入する。本来、ボーフォートからテノムまで1日に往復列車が運行されているのだが、この区間はしょっちゅう運休するらしく、訪問時も単純ある駅のチケットカウンターで確認したところボーフォートから先は運休中とのことであった。マレー語のみだが、よく見ると公式サイトでもボーフォートから先は運休中と書いてある。しかし、ボーフォート駅の駅員によると、実は途中のラヨウまで列車が運行されているらしい。今回は時刻表に載っていない秘密の列車に乗車するぜ。サバ州立鉄道は全体的に情報が不足していて、実際に現地に行かないと不明なことが多いんだよね。ラヨウ駅列車は13時半発。地元民はもちろん列車の存在を知っていて、改札が始まると続々と列車に乗り込んでいる。乗客はほとんどが下校中の中学生だったぜ。通学のために列車を走らせているんだね。ラヨウ駅の列車は客車列車だ。機関車はおそらくインドの OEPL 製である。かなり年季が入った車体だが、サバ州立鉄道でこの機関車の運用が始まったのは割と最近らしく、マレー半島の事業者で使用されていた車両の中古という可能性もあると思うぜ。この機関車については情報が少なく、ネットでヒットするのはスンブラン駅で事故を起こしたというニュースのみだったよ。無事に運用復帰しているようだな。ボーフォートの構内には全消灯が飛び出したカニ目の機関車もいた。こちらも山岳区間の主力機関車で、1992年日立製の日本製車両だぜ。日本製の車両もいるんだね。客車についても見ていこう。3両の可愛い客車が連結されている。サバ州立鉄道の山岳区間はおそらく18メートル級車両までしか入線できない。客車も車体が小さい山岳仕様だぜ。客車の手作り感がすごいね。前方の1両のみ天井が低く形式が異なるようだ。連結部はこんな感じ。貫通扉はあるが幌や柵はないぜ。連結部は恐ろしくて渡れないね。客車についての情報は一切見つけられなかった。詳しい人がいたらコメント欄で教えてほしい。ちなみに、駅構内にはボロボロの客車が多数誘致されているぜ。現役の客車と同じ形式のような気もするし違う気もするね。早速中に入ってみよう。車内はほぼ満員である。当然ながら非空調なのでかなり暑いぜ。クーラーどころか扇風機もないとは、そもそも車両に電気が通ってない可能性すらあるね。13時半、列車はボーフォート駅を出発した。この列車はラヨウ駅。途中、サリワンガン駅とハロギラット駅に停車する。ラヨウまでの所要時間はだいたい1時間ぐらいとのことだ。時刻表が公開されているわけではないから、正確な到着時間は不明だね。沿線には農園が広がっている。バナナやアブラヤシなどの、南国ならではの作物が栽培されているぜ。予想通り、結構揺れが激しいね。しばらくして列車は簡素な駅に到着した。ホームは短く、客車1両分しかないが、ホーム以外からの乗り降りも可能だ。サバ州立鉄道にはこのような名もなき駅がいくつもあり、近隣住民が乗り降りしているぜ。地域に密着した鉄道なんだね。列車は平野部を離れ、パダス川に沿って山の中に進んでいく。建物は徐々に少なくなり、線路の周りはジャングルっぽくなってきたぜ。しばしサバ州立鉄道山岳区間の車窓をお楽しみください。
14時55分、列車は終点のラヨウに到着した。ボーフォーとラヨウ間の所要時間は1時間20分ぐらいだったね。ここから先の区間は運休中。折り返しのためすぐに機関車の付け替えが始まる。ラヨウ駅の周りには数軒の民家があるのみで、周囲にはジャングルが広がっているぜ。客車の一部には鎧戸があり、内部には発電機が設置されている。ライトのない客車では電気が必要なく、現在は稼働していないぜ。今回の動画はここまで。佐賀州立鉄道に関する情報は非常に少なく、山岳区間は特に訪問のハードルが高いが、のんびりした客車列車に乗車できる魅力的な路線なのでぜひ訪れてみてほしい。列車は激しく揺れるから、乗車する場合はドアから落ちないよう十分注意してね。ご意見ご感想をお待ちしております。高評価もよろしくだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。